Dark Machine. 実は大きな意味において私の方としては日本の表現といったものに対して個人的な意味での危機感といえばいいでしょうか。日本というその箱の中だけで満足して収まってだんだん閉じこもろうとしているのではないのか。日本のお客さんが喜ぶタイプのものと世界のところで求められてくるものというのにズレが生じてきている。日本のアニメーションといったものに関してはゲームも当然そうなんですけれども、座して待っているだけではダメなんですよね。当然だから前に出続けようとする意識があるからこそゲームもアニメも生き残って発展してきたという歴史があると思っています。でその中のところのやつで今回特に意識してうまく仕掛けられるといいなと思っているのはやはり Web3 に対しての向き合い方ですね。どうしても日本のところで言ったりするとやっぱり Web2 に対する向き合い方のところが中心になっちゃいますけれども、そうじゃない向き合い方だったりとかに関してもまず業界として誰かがトライしなければならない。トライすることによってそれがうまくいくのかいかない部分もあるのかそれは分かりません。でもそうすることによってそれが次のチャレンジへとつながっていくはずだからそれを絶対にやるべきだと思ってはおります。どちらが優先して例えばゲームありきでアニメとかアニメありきでゲームとかどちらかが優先してこういうボールに引っ張るというものではないやり方だったりとかといったものがそろそろ考えられればならない。それをすることによってゲームもアニメもともに新しいビジネスパートナーといえばいいですかね、むしろ表現のパートナーと言ってもいいかもしれないです。そういったものを獲得していかなければならない時代に来てるんだと思うんですよね。現実世界のような別の世界、ちょっと怪しいダークな世界なんですけれども、その世界で取れるもう次世代の新しいエネルギーを、それをめぐった争奪戦というテーマなんですけども、その世界は当然人間が生活できないので、じゃあどうするかとなった時に、人間が遠隔で操作する AI マシンというマシンを考えていまして、ただそれはヒロイックではなくあくまでもツールのメカなので、そこからの出身のメカなので、デザイン等々もそういったツール感の強いメカで考えているところであります。やはり普通のシューターゲームだと 3vs3 とか 5vs5 っていうのが多いんですけれども、 7vs7 にした理由としてはやはり1人当たりの責任っていうところはちょっとカジュアルにしたくて広げたかったっていう点と、いわゆるゲームチェンジャーになりうる、要はイレギュラーなメンバーを2人とか3人とか増やしたいっていうところがあるんですね。例えば5対2にして5人のメンバーで集中的に攻めている裏を取る2名であったりとか、逆にもっと広い盤面で戦うとなれば、3人2人2人のような形でうまいプレイヤーたちが分かれて、タッグを組んで活動するとなど、そういったところでの遊びの広がりですかね。やはりチームメンバーで重要なのは誰が何を担うかっていう話し合いだと思うんですけれども、そこにちょっと人数が増えることでもっと自由に受ける人間を入れるみたいな、そういったところでの遊びが広がることを期待して今開発しています。小型、中型、大型といわれる、1人のプレイヤーが 2段階大きなメカに乗ることができるという仕組みを入れております。全てのプレイヤーは最初は小型でスタートするので、そこはプレイ感としては多くのシューターのゲームと変わらずに、メカゲームなので装備品とかはプレイヤーのカスタム次第なんですけれども、それで戦っているところに突然中型のサイズに乗り込むプレイヤーが出てくると、いわゆる非対称の遊び方が発生すると。今までお互い同じ、強さルールの中で戦っていたところに突然ちょっとパワーのある人間がプレイヤーが出てきた時にお互いのその戦いがガッと壊されるというところを楽しみにしていただけるといいかなと思います。全く違うロボットに乗る形になるので、その最初の小型のワーカーの時に想像していた戦略の延長線でより強力で同じ戦略っていうのを取れますし、ちょっとその時とは違った戦略で一気に相手を押し返したりとか、自分たちのリードをより強固にするっていうこともできるようにしようと思ってます。フィールドにある建物など、その大型などになるとどんどん破壊していけるので、もう相手をどんどん力で追い詰めていくっていう
璧さ、あと爽快感というものが楽しめるのかなと思います。大型、中型、大型になるとマップを破壊できるので、新たなルートを小型だから通れるとか、大型によって作られた道をみんなで行くとか、逆もそうですね。相手が進軍してくるときに中型、大型によって壊されたマップで当選をして、今度は相手が止まっているところを裏から攻めるとかっていうところでかなり重要なファクターになってくる。メカであることで、まずはもう誰が見ても硬いっていうところは一番大きなポイントかなと思ってますね。いわゆる人間同士が打ち合ってるゲームだと、それこそ頭が弱点で分かりやすい弱点とかがあったりするんですけど、ロボットもアイコンとして頭がついてるものの、そのロボットが動作する上で必須なものじゃないので、なくなっても戦ったりとか、どこを撃たれても硬い装甲に守られているっていうイメージはあるので、そこはやっぱり、多分遊んでいただく人にも最初にこの人たち硬いなと思ってもらえるんじゃないかなと思ってます。今回のマシンのデザインにも影響してるんですけども、中型、大型に乗り込む際に小型が常に背面に見えてる状態、いわゆるここが弱点として捉えていただけると良いかなと思ってまして、そこを集中的に攻撃するですとか、他のメンバーと協力して進軍してくる大型を足止めして、そこに足が止まった大型に他の小型の方一気に飛びついて乗っている小型をちょっと引きずり出すとかっていう一撃必殺、大逆転の要素みたいなものがあるので、大型同士で戦って、そこで完全にロックアップしてもらうっていうのもありますし、小型でうまく立ち回って一撃必殺も狙うみたいな、そういった戦い方ができるような開発を今進めております。やはりシューターなので遠距離から狙撃したりとか、遮蔽物として使ったりとかっていう戦い方が想像できるんですけども、逆に大型になったことにそれを全部破壊されてしまえば、戦う場所がどんどん移り変わってくると思うんですね。そういったリアルタイムな臨機応変に、自分の要は優位なフィールドを見つける。逆に大型のメンバーで、人であれば隠れてるコソコソしてるプレイヤーを一気に引きずり出すみたいな、そこの攻防が常にあらゆる場所で起きるっていうところを想像して破壊というものを、マップの破壊っていうのを入れていると思いますね。鉄腕アトムなんですけど、実は割と日本ってその以前からもうメカに対する愛着っていうのはかなり多くて、その当時の少年誌って割とミリタリーものとかね、たくさんあったんですよね。逆に言うと鉄腕アトムってどっちかというと平和の AI ロボットみたいなところで人が乗るわけじゃないんで、実は鉄腕アトムってもともと巨大ロボとかの原型とは言えないんですよ。むしろ出てきたライバルとかが今の原型かもしれないですね。そういった意味では僕は子供の頃はマジンガー Z という作品に本当に夢中になりまして、重要だったのがやっぱり誰が乗るかでそのロボットがいいロボットなのか悪いロボットなのかって変わるというところ、そういった意味ではすごく魅力的だった。その系統がやっぱり今のロボットの源流かなとは思っています。私はいつもデザインの上で気をつけてるのはビリーバビリティ、リアルっていうのはもはやロボット自体がある種リアルはもう見えちゃってるじゃないですか。こういうシームレスなデザインで人にお手伝いをするみたいなのが逆にリアルであって、でももし巨大なロボットがいたらそれを運用するにはどうするか、そこにはエネルギーがあって、そのエネルギーがないとそれは動かない。じゃあそれをどうやって形にして力にして動いているのかっていうのを信じられるかどうかっていうところにディテールを魂を宿すようにしています。海外の友人が多いんで、日本のかっこいいと世界のっていうよりは特にアメリカ人のかっこいいってどんな違いがあるんだろうっていうのを一緒にディスカッションして分析していくと、やっぱりアメリカ人のかっこいいってスポーツ選手のかっこいいにすごい近いんですよね。日本って背負い物が多いんですよ。やっぱりさっき言ったマントだったりガンダムでいうとでっかいブースターだったりするんですけど、アメリカ人の場合ってやっぱり筋肉隆々だったり、それこそアイアンマンのようなもう筋肉いっぱいありますみたいな、胸筋あります、足長いですっていうような服に頼らないかっこよさっていうのがあったんですね。そういった意味で野球選手だったりアメフト選手の体を模してデザインをしたもので、特にこれで言うとですね、もう一つポイントがあって、トライバルタトゥーっていうものをロボットに導入しています。これはトライバルタトゥーっていうのは伝統的なタトゥーっていうもので、日本人には馴染みがないですけど、アメリカ人ってやっぱり体中にタトゥー入れますよね、海外の方って。あれはやっぱりアイデンティティの証明なんですよね。
それ自体がもう家柄だったりその血筋だったり自分の好きなものを表せる、そういったものをロボットに入れてみたらどうかというところで入れてみたデザインではあるので、これもなかなか今までやってなかったデザインの一つですね。それから、e ゲームに振ろうというところで、やっぱりちょっと仕様が変更になりまして、どちらかというともっとスポーツ選手に近いようなデザインで、かつ、普通の標準なのと偵察型だったり狙撃型、あとはパワータイプで、同じ個体でもバリエーションを作ろうという、そんな感じのデザイン変遷が見れますね。ただ今のデザインはもうここを踏襲しているので、ここからはそこまでは変わってはいない、ベースとなるデザインと思いますね。これは頭部デザインをいろいろユーザーさんが選べるようにこういうふうに用意しようっていうふうな感じで考えてた時に、意外と僕こういうバリエーションを考えるのが楽しくてですね、たくさん描いても全然疲れないし楽しい。逆に言うと一つのデザインに決めるのってすごくハードル高いんですよ。デザインって正解っていうものがなくて、でも不正解はあると思うんですよね。でも不正解じゃないデザインって無限に存在するので、いろんなバリエーションがあります。逆に言ったらユーザーにそれを選んでもらえるんだったら、もういっぱい用意して提供しようということで書かせてもらったデザインで、でも1点あたり多分ね 3,4 分しかかかってないので、そういった意味ではこれ全部合わせても1時間半ぐらいで全部書いてると思いますね。ここまで来るともう今の最初のトレーラーに出てきたようなデザインほとんど同じものですよね。ただここの時点での合体といいますか乗り込み方法が大きくステップアップした時期ですよね。これは今の現行のデザインと違って前側から、つまり相手側から誰が入っているのか見えるようにするっていうコンセプトでどんどんアーマーに入っていきつつ、かつ見えなくなってしまうと誰が入ってるかわからないのもあるんですけど、動いた時に中で関節どうなっとんのじゃんっていう風になっちゃうんですね。中で逆に折れちゃってるんじゃないのっていう風に言われるのは僕は詳しいんで、中に入っているロボットがちゃんと機能しつつ大きなものに入っていながら、かつもう一つあるんですけど、小型の腕はいつでも自由に動ける。ここをポイントとしたデザインなので、中型は腕が4本生えてるってことになるんですね。大型になると中型の腕は中に格納されてしまうので見えないんですけど、大型になってもちゃんと小型の、つまり小型というのは自分のプレイヤーキャラです。小型の腕は自由に動けるっていうのがポイントのメカデザインになります。はい、さてこうなると2024年のモデルなんで、全くその小型のバリエーションを作ろうというふうになって、それのうちの一つですね。これバリエーションいろいろ書いた中で開発スタッフがとても気に入ってくれて、それを具現したものになります。でかつダークマシンということで頭部をちょっとダークサイドな感じでスケルトンメカというかスカルですね、骸骨にデザインを振って、デザインをさせていただいたものです。でそのデザインを踏襲して上に乗る中型メカというものをデザインさせてもらいました。これもどっちかというと僕が好きなラインで武骨なデザインにしていますね。ポイントはですね、実はこれボディもそうなんですけど、かかとのデザインが回転するようになってて、こんなデザインなんですけど高速で体を回転させたり高速で走ることができるようなデザインになっています。でかつ後ろのライディングの部分ですね、ここはバイクのようにまたがることによってプレイヤーから小型の背中が見える。逆に言うとそこが弱点だっていうふうにみんなの意識があるので、そこを攻撃すると中型から下ろせる、小型にダメージを与えられるようなデザインにしたかったっていうのがあったので、それを具現したようなデザインですね。ダークマシーンっていうゲームをする人たちを描くそれをかっこよく e スポーツ的な要素を入れてそのゲームをする人たちの e スポコンっていう形で描くっていうのが今回のテーマになってます。スポーツっていうのはやっぱ共通の平等のルールで、レベルが違う者同士だったりハンデがある同士が戦うわけではなくて、お互いの同じ条件である一定のルールの下で戦って勝敗を
こう決めるっていうのがスポーツだと思う。それがただゲームに置き換わっただけが e スポーツだと思ってるんですけど、でそこにスポコンが入るとどうなるのか。やっぱスポコンっていうといわゆる切磋琢磨主人公の成長物語っていうところと、それをチームでやっていく、成長していくっていうのを描きたい。それがe スポーツのやりながらチームで成長しながら主人公を含めて成長していくっていうのが e スポコンになるんじゃないかなと思ってます。1話から出したいなと思ってまして、1話から11話かけてだんだんこうスポコンの作品みたいにこうだんだん主人公が成長していってチームが成長していって最終的には巨大な敵に勝つみたいな、王道の感じのストーリーを考えております。主人公の年齢も20歳になってまして、もう成人してるキャラがこうチームを組んでですね、で、結構世界観も以前はちょっと明るい世界観だったのをちょっとディストピア風な雰囲気もあるようなダークな雰囲気にして、でその中ででもそれをなんか暗く描くんではなくて、明るく、スポコンらしい、カラッとした感じで描ければなと思って、今ちょっとバランス探りながらなんですけれども作っております。手書きのノウハウみたいなのを全部こう 3D のアニメーションに落とし込んでいるので、一見ちょっと手書きにも見えるような、で長年こう歴史あるこう手書きアニメの手書きロボットアニメですねのかっこよさみたいなところをこう 3D のアニメの中に落とし込めればなと思って、手書き風にも見えるし、その手書きの良さの爽快感みたいなのを残したまま 3D の破綻のない動きみたいになっていて、すごいいいバランスではないかなと思ってまして、撃たれて破壊されみたいなその気持ちいい一連が一番見どころかなと思っております。